これでわかるオーギュスト・ロダン。19世紀を代表するフランスの彫刻家で、近代彫刻の父と呼ばれています。ロダンといえばこの考える人。ただこれは考えているというより、実は地獄の恐ろしい情景を上から眺めて苦悩している姿。こちらから。これはダンテの新曲地獄編に登場する地獄の門。ダンテが詩人ウェルギルウスから案内され、地獄から天国までを旅するお話。途中から案内役がダンテが実際に恋焦がれていたベアトリーチェに変わります。地獄編、煉獄編、天国編と3部構成。煉獄という聞き慣れない言葉が出てきましたが、ここは軽い罪を犯した人が行くところです。つまりほとんどの人がここへ行きます。そして罰を受け天国を目指します。生前に犯した罪によって様々な歴史上の人物や神話上の人物が出てきます。これはその話の始まりの地獄の門。この門をくぐる者は一切の希望を捨てよ。ちなみにこの地獄の門は世界に7体あり、日本にも上野の国立西洋美術館と静岡県の静岡県立美術館にあります。なぜ一つじゃないかというと、彫刻は最初に粘土で形を作って石膏で型を取ってしまえば、その後はその型にブロンズを流し込んで作れるのです。ロダンの場合は原型から石膏像を作る権利をフランス政府に寄贈しました。なのでこの世にいくつ作るかというのはフランス政府が決めているそうです。地獄の門は新しく建設されるパリの装飾美術館の入り口を飾るモニュメントとして政府から依頼されたものなのですが、その8年後に美術館の建設計画は中止となり、それに伴い地獄の門の制作も中止とされてしまいます。この作品に思い入れのあったロダンは制作途中の作品を買い取り、亡くなるまで37年間この作品制作に挑み続けます。残念なことに実際に鋳造される前に亡くなってしまったので、ロダンは完成品を見ていません。ロダンが長い期間をかけて作り上げようとしていただけあって、とても凝っています。そして地獄だけあってとても怖いです。私が一番怖いと思ったのはこの赤ちゃん。カオスの中からこちらへ飛び出してきそうです。ここにパオロとフランチェスカがいます。許されない恋の罪でここに来て永遠に続く罰を受けています。ロダンもカミーユとの恋で悩んでいました。そんな話も交えて彼の生涯をお話ししていきます。1840年、パリに労働者階級の子として生まれる。14歳の時に地元の工芸学校に入学。その後、エコール・デ・ボザールに入学を志願しましたが不合格。3回挑戦してダメでした。23歳の時、姉マリアが死去。マリアは恋人とのことで精神を病み、属性を捨てて修道女になっていました。体調を崩して亡くなると、姉の恋人を紹介したロダンは激しい罪悪感に苦しんだそうです。姉の後を追うように修道院に入会。美術から神学へと道を変えます。ですが、司教は彼が修道士に不向きだと判断し、美術の道を続けるように諭しました。そしてまたロダンは美術の道に戻ります。動物彫刻家アントワーヌ・ルイ・バリーに弟子入り。24歳の時、裁縫職人のロースと出会い、一緒に生活をします。息子が一人生まれています。仏戦争の影響で生活が厳しくなったため、1871年にロダンは家族とベルギーへ移住して、知り合いの紹介でブリュッセル証券取引所の建設作業に加わります。ベルギー滞在中に貯蓄をしていました。それにより35歳の時、念願のイタリア旅行をしました。そこで目の当たりにしたドナテッロとミケランジェロの彫刻に衝撃を受けます。彼はアカデミズムの呪縛はミケランジェロの作品を見た時に消え失せたと語っています。ベルギーに戻って聖堂時代を制作。ただあまりのリアルさに実際の人間から型を取ったのではないかと疑惑をかけられました。
それに対してロダンは3年後にサロンでもっと大きな作品を出展し入選を果たしたことでフランス中に彼の名前が知れ渡ります。1880年、パリの装飾美術館の入り口のモニュメントの注文を国から受ける。これが地獄の門ですね。43歳の時、カミーユ・クローデルと出会います。彼女はロダンの弟子でした。ロダンはカミーユの若き才能と魅力に夢中になります。彼女自身素晴らしい作品を残しています。ロダンには内縁の妻ローズがいたのでカミーユと三角関係になります。ロダンはローズを捨ててカミーユの方へ行くことが決断できず、またローズが病気になったのもあり、ローズとの生活を続けます。カミーユに子供ができますが、ロダンが産むことを認めず中絶。ショックを受けたカミーユはそれ以降徐々に精神のバランスを失い、ついには精神病院に入院。亡くなる最後までそこで過ごしました。1888年、美術館の建築計画が白紙に戻り、地獄の門の制作中止になりますが、自ら買い取り制作を続けます。ちなみにこの場所は現在オルセー美術館が建っています。1917年、ロダンは死期の迫ったローズと正式に結婚。ロダン77歳、ローズ73歳でした。その16日後にローズは亡くなり、さらに9ヶ月後にロダンもこの世を去りました。ロダンの最後の言葉は、パリに残した若い方の妻に会いたいでした。もう一つ作品をご紹介させてください。カレーの市民。フランスのカレーという市がイングランドに戦争で負けて取られてしまうのですが、その時イングランド王のエドワード3世が市の主要メンバーが自分の元へ出頭すれば他の市民は救うと持ちかけました。それは6人の処刑を意味していました。そして6人が名乗り出ます。歴史的にはその6人の命はエドワード王妃フィリッパ・オブ・エノーの嘆願により助けられました。彼女は生まれてくる子供に殺戮は悪い前兆となると言って夫を説き伏せたそうです。感謝です。ただこの時の彼らはそうなることを知らず殺されに行くと思って歩いています。なんで名乗り出てしまったんだろうと後悔しているようにも見えます。フランスとしては銅像により若者の英雄的自己犠牲を表彰することが目的でしたが、ロダンは死に直面する人の恐怖や迷い、嘆き、後悔といろんな感情が入り混じった人間らしい姿を表現しました。本当にいろんな表情が見えますね。彼の市民とは関係ないかもしれないんですが、私がこの作品のことに思えてしょうがないロダンの名言をご紹介します。深く恐ろしく真実を語るものであれ。自分の感ずるところを表現するに決してためらうな。あとついでにもう一つ私の好きなロダンの名言。芸術とは自然が人間に映ったものです。大事なことは鏡を磨くことです。では、ロダンの他の作品を見ながらお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。